バチカンプロジェクト特別シンポジウムが今日ようやく開催できることで非常に喜んでおります。これまでこういう研究が十分にいろんなことでできなかったことがようやく今できていることを今日私は先生方のお話を聞けるのを心待ちにしておりましたので、一聴取者一出席者として楽しませていただきたいと思います。日本語版のラチビルタカトーリカを発表いたします。長崎県と共同でデジタル観光振興サービスを立ち上げることもご報告申し上げます。本プロジェクトは文化庁の日本博イノベーション型プロジェクトに採択されておりまして、海外からの観光客だけでなく、国内の方にも有効にお使いいただけるようなサービスとなっております。プロジェクトの第一者として、私もそうですけれども、喜びながらまた皆さんのいろいろな苦労を唱え、たたえて、一緒にこれからの発展を見守っていきたいと思います。ありがとうございます。Questo vogliamo realizzare, un'amicizia che si sviluppa tra le pagine di una rivista antica e che fa da ponte tra culture diverse. Il Giappone, certamente per Civiltà Cattolica, sarà una fonte di grande ispirazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. 日本の国際的な関係を問い直そう。その意味で、今バチカンというものに注目するのはいいのではないかというお話をいただきまして、発足したと聞いております。長崎と東京の2回の、シンポジウムを成功させるべく準備を進めています。皆さんこれから研究発表一人一人の研究発表を、お聞きいただければと思います。バチカン図書館、文書館とは一体どういう場所なのか、この2つの施設には一体どのような資料が保管されるようになったのであり、このバチカンに保存されている資料を研究する意義とは一体何なのか。長崎報告では図書館、文書館の成立過程や創設の目的、そして所蔵資料の推移というものを一般の皆様にご紹介する内容で、バチカン図書館が全世界の普遍的な知の集積を意識していたということ、人類全般の知を集積しているという点を、日本関連文書が一体どのような経緯でバチカンのコレクションに含まれるようになったのか、バチカンに残る天正慶長施設の記憶、教皇庁側にどのように認識され、そして受容されたのかを、バチカンに残る資料から再考を試みる意識も広がっていく中で、日本の事例がその後の時代にどのような影響を与えていたのか。今回の調査で新たに発見された資料がありまして、そちらの資料を一点東京報告ではぜひご紹介したいなというふうに思っています。に行われました日本人信徒と、それとローマ教皇とのやり取り、法答書というローマ教皇から届いた知らせに対する日本信徒の報告という応答ですね、そういうものです。具体的に日本の方から届いたものということですね。1585年天正兼用施設、1613年以後慶長施設というのがローマに行っておりますが、でこれは教皇から日本に宛てた26通の手紙というのがあるらしいんですけども、これ実は全部残ってません。最後の21から26の間に今日お知らせするものがあるんですけども、なぜ残ってないかって言ったら、向こうから来たものはこちらで受け取って、こちらが迫害があるのでみんな燃やしたり潰したりするのでなくなるわけですね。でなぜじゃあ実際分かるかというと、向こうにレジスターが残っている。日本から出ました、キリシタンの多くの殉教者、それがどうしてヨーロッパのコンテキストにおいて崇められるような存在になっていったのかということ、長崎26世人、豊臣秀吉が政権を取った、日本の長崎におきまして、1597年に西坂というところで、全員が卓形に処せられました。
で、彼らは、1627年にヨーロッパにおきまして列服されまして晴れて、彼らに祈りを捧げることが可能となったということになります。1549年にフランシスコ・ザビエルが日本でキリスト教の布教を始めた。この時ザビエルが直面した、問題の一つというのが、その彼らを救えないのかということで、一番重要な、情報とされたのは、その彼らが長崎の町の壁外で神の名の下で十字架にかけられて、十字架から信者のために説教を行ったということがイエス・キリストの姿と重ね表されて、描かれています。京都府立大学の研究員を務めております阿久根と申します。ヨーロッパ史の方とキリシタン史を研究している木崎です。16世紀の例としましては天正遣欧使節で、次の世紀に入りますとローマに留学したペトロ・キベカスイ、遠藤周作の小説にも2度取り上げられました日本人司祭、また同じくローマ留学生の小西万書、またポルトガルでイエズス会に入会したアンドレ・ビエイラという日本人修道士、さらに世界中興者となったスペイン人のペドロ・モレホン、そして今回扱うセバスチャン・ビエイラ、ポルトガル本国では記念顕彰像も作られ、またその名前を冠した司祭セバスチャン・ビエイラ通りなる地名も付けられている宣教師となります。一つ目が計4回の来日経験、続いて関区代表プロクラドールというイエズス会の役職、ローマ教皇との謁見、ライバル修道会との構想関係で、長崎ではなく最後は江戸で殉教した以上の5つの点をご留意いただければと思います。発表の後半で取り上げますのはアントニオ・カルディンという宣教師です。後にアントニオ・フランシスコ・カルディンと名乗っておりますけれども、このミドルネームのフランシスコは日本開教者のザビエルへの崇敬に基づいているためです。で、カルディンのもう一つの重要な日本との関係は、日本地図と殉教者の図像を収める殉教録を出版した点です。マーティン・スコセッシ監督のサイレンスの時代交渉においても使われた、と思われるものだと思います。ビエイラは遠藤周作の小説でも知られるクリストバー・ビエイラたちとともに、ビエイラの初来日は1604年、2度目の来日は1609年頃で、この時は広島布教区の城長を務めました。5年後の1614年、徳川幕府の大追放のためマニラへ追放されましたが、早くも翌年8月には3回目の来日を果たしています。京都では50名以上の一般信徒が処刑され、やがて長崎江戸の大殉教へと続くいわゆる元和年間の大殉教の時代へと入ります。ビエイラは人相書きのテセジャード・ロマーノ、指名手配のローマ人と一致したため捕獲されました。その後、長崎東村の牢獄に収監されたビエイラが江戸に召喚されたのは、家光自身がビエイラを確認したいという意向なものです。34年6月6日はナツル氏の刑を受けたビエイラは4日後に殉教を遂げました。そしてビエイラは死後イエズス会を代表する殉教者として列腹調査と証言収集の対象になります。A part of the Secretary of State worked during the conflict only for support people in need all over the world. There are millions of requests for assistance. For the Holy See, there was no question about nationality or religion. For example, a Japanese family tried to send a message to Australian relatives in a camp of war prisoners. They asked the apostolic delegate in Japan, and he sent a message to the apostolic delegate of the Holy See in Australia. I gave only a few flash of my last findings. My work is to write the index of all material with a short description, so Japanese and other researchers will know what they will find in Vatican archives if they want to come to Rome. The research carried out in the Vatican archives is split between Dr. Alexander von Teufenbeck, Dr. Andrea Cicerchia and me. Up till now, the research had suffered from the lack of a clear reference. For this reason, I undertook the drafting of an inventory of the documents held by the Vatican archives relating to Japan, which will be published hopefully next year. 図書館、主に図書館の所蔵の日本関係資料についてお話しいたします。
バレット写本と呼ばれております、サントスの5作業と、それからペドロ・ゴメスの、講義要項というものが所蔵されていることが知られております。でこの2点なんですけれども、キリシタン時代の日本布教における象徴的ともいえる資料であるというのが特徴です。バチカン図書館の、2種類の所蔵資料の概要を、キリシタン資料における、位置づけを考慮しつつ、紹介したいというふうに思っております。天正啓蒙施設は東インド巡察使アレッサンドロ・バリニャーノが企画した施設であります。施設は日本に帰国することになりますが、豊臣秀吉のバテレン追放令が発布された後となりますので、彼ら派遣当初に期待されたような活躍はできませんでした。しかしながら彼らが帰国する際、グーテンベルク式の活字印刷機と印刷技術者をもたらしたことが知られております。布教博覧会というエピソードなんですけれども、1925年にバチカンで開かれて、そこに日本も参加しているということで、日本と教皇庁の歴史の中で一つの重要な一環として見ることができるのではないかという、日本館とオセアニア館が遅れて開館したわけなんですけれども、それが教皇が改めて1925年に青年関連行事の一つとしてバチカン布教博覧会、バチカン布教民族という言葉が初めから直接間接にそこに入っているものなんです。このようなものが開催されるということですね。どのような意味を持つかといいますと、19世紀以来の万国博覧会の流れが特に19世紀には重要な文化的表彰として流れを意識しながら、どのような趣旨で開かれるかという世界における布教活動の焦燥を表しながら、それに伴う異民族異文化の知識に宣教師がどれほど貢献しているかということを見せる場面なんです。1942年に樹立された日本とバチカンの間の国交樹立がですね、なぜこのタイミングだったのか。戦後にかけて日本が敗戦した後ですね、いわゆるその民主主義を立て直すプロセスにおいて、そのキリスト教的な、カトリシズム的なもの、いわゆるキリスト教民主主義、政治学ではよく議論されるテーマですが、そういうものとの関係、それから国際法との、バチカンの役割、そういうものをですね見ていきたいというふうに思っております。マレガ資料群をめぐる交流とキリシタン研究の可能性ということで報告をさせていただこうと思いました。ご承知のようにというか準備報告などもさせていただきましたが、2011年にバチカン図書館でキリシタン関係資料がですね、14,500ほどなんですが、結果的に分かったことですが、それほどの数のものが発見されました。で、これは、1953年に、宣教師であったマリオ・マレガ神父が収集を送ったものであるということもが分かったわけであります。で、このマレガ神父は、1902年の生まれでして、日本にやってらっしゃったのが1929年、1929年に宣教師として来日します。先生のが学問に携わっている人生の中で、交流を続けていただければなということをお願いしてご挨拶にしたいと思います。ご指導いただきありがとうございました。